こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミージャガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は2025年5月の25日、土星がお羊座へ移動しますというお話。これは同じ時期にあったこと、歴史が繰り返されることを示しています。今日はこんなことが起こる。だからこれをしてみてはという解説になります。その前にここにたどり着いていただいて皆さんありがとうございます。ご縁に感謝します。初めての方はぜひチャンネル登録をお願いします。また、インスタグラムでは毎朝、金曜の朝、日本時間の8時に開運ライブをお届けしています。ぜひご覧ください。また、テキストとかね、記事で読みたい方はノートやブログでこの内容をシェアしておりますので、そちらもぜひご覧ください。さて、それでは早速本題です。土星のお話なんですけれども、その前に海王星の動きと連動してみる必要がありますので、再確認をしましょう。海王星は今年13年ぶりにサインを移動して、3月の30日にお羊座へ移動して、7月の5日に逆行が始まって、そして10月22日まではお羊座にいます。その後、一旦魚座に戻って、12月の10日巡行に戻りますけれども、そのまま年内は魚座にいて、2026年から本格的に海王星、お羊座時代へ突入します。これはもう別動画で詳しくお話ししているので、ぜひそちらもご覧ください。そしてですね、ということは3月の30日から10月の22日までは、夢への情熱が高まって、夢を明確に形にしたくなる人は増えるということなんですが、そこにちょっかいを出すのが、土星のお羊座入りですね。土星は5月の25日にお羊座へ移動して、7月13日に逆行を始めます。9月の1日に魚座に戻って、11月の28日に巡行に戻って、その後年内は魚座です。つまりですね、5月から7月までのこの期間がお羊座で海王星と土星がクラッシュする時期ということになります。ちなみに土星と海王星がコンジャンクションするのは非常に珍しくて、36年から37年に一度しか起こりません。そしてそれがお牛座の、お羊座の0度で起こるということはないんですね。だからこそ今回、クラッシュはとても重要です。かなり急激な変化、成長、改革への可能性があって、まさに新しい時代の始まりを象徴するアスペクトです。その本格的なコンジャンクションが今言ったのが起こるのは2026年です。ですが、今回この今ね、言っている2025年にも起こるこの期間は、来年の土星お羊座期の予行演習のようなものとなります。で、水亀座の最初にいる冥王星とはセクスタイルを今取っていて、で、この後双子座にすぐに天王星が移っていきます。そうするとそこともセクスタイルを取るんですね。つまり、冥王星と天王星はトラインをして、その間にちょうどこの土星、海王星のコンジャンクションがある感じ。土星を絡めてトランスサタニアンが風と火というお互いを高め合う最高のコンビネーションで手を組むわけですから、世界の改革のためにもうヒーローたちが、アベンジャーズが集結するみたいな感じ、何かが起こるに決まっているというアスペクトになります。で、ちなみに誕生図に土星と海王星がコンジャンクションしているという方は、たまにいらっしゃるんですが、特に今回強い影響を受けます。私は1万数千件のセッションを長くしているのでさせていただいていますが、結構多いです。で、歴史上の、人で言うと、リンカーン、ケネディ、ルーズベルト、つまり世界を改革したリーダーたちがこのコンジャンクションを持っています。要するに海王星と土星が重なると、うやうやで曖昧でごまかされてきた社会の闇をしっかりと明確に世界に見せていくという役割があるということですね。お羊座はヒーローであって、海王星は理想の夢の世界、スーパーマン的な圧倒的なヒーローとか、時には闇の指導者っていうようなものが育つ時期でもあります。先日、ハイジアという小惑星が実はこれからとても大事で、それが双子座入りをするという、そしてそれは5年半ぶりのことで、コロナ禍と全く同じ配置であるよということをお話ししましたけれども、例えば海王星と土星のコンジャンクションは、そのテーマでいうところで言うと、そこでもお話しした海王星と土星も、疾患、病気、健康に関係のある天体です。で、スペイン風邪。1918年の時も、この海王星と土星がくっついてました。どちらもね、健康に関係する。海王星は免疫を象徴する天体で、土星にそこに制限の質が入るというふうにも読めます。それから、この頃は、
スペイン風邪の時に、ロシア革命、1917年起こってますね。そしてその次の海王星、土星がくっついたのは1952年、3年で、その時にスターリンは1953年に亡くなっていて、プーチンは1952年に生まれているという、ロシアの歴史のサイクルの入れ替わりですね。実はこれ、海王星と土星のサイクルとロシアが一致しているというのはもう偶然ではないと言われていて、これから数年、海王星、土星の豪のこの時期に何かロシアにも大きな変化が起こるかもしれません。そしてその次の土星、海王星の、ね、サイクル、36年、7年に1回起こる。ここでは皆さんまだ記憶に新しいベルリンの壁が崩壊しました。1989年の11月の9日夜の11時ぐらいでしたと思います。この時はヤギ座でのコンジャンクションで、ヤギ座っていうと象徴的なのが国家の支配により作られた壁、国境、分断、境界線、これを海王星の勘違い、海王星は勘違いをしますから、によって壊した瞬間でした。私は歴史の教員免許を持っていて、そもそも専門は歴史で、そこから歴史と星の配置に興味を持って占星術師になったといういきさつもあるので、以前からいくつか歴史とホロスコープの関係をこの動画でも、あとブログでもよく挙げていますが、ベルリンの壁崩壊時のホロスコープについては以前、数年前ですけど、徹底解説をしています。で、そこで興味深かったのは、その崩壊っていうのは、この少し前の時間にメディアに発表されたステートメントの中にあった、この言葉を民衆が受け取ったときに、このステートメントを出した人がものすごく勘違いして出してしまったっていうこともあり、勘違いと勘違いが重なって、史上最も平和をもたらした勘違い。もう壁壊していいんだってみんなが勘違いしちゃったの。言ってないんだけど。それによって本当に壊れちゃった。そしてもうそれがそのまま通っていたという、勘違いが生み出した、究極の平和ということで歴史上の有名な出来事になっています。まさに海王星と土星のコンジャンクションが起こす光と影の側面のうちの光が全面的に出た出来事というふうになったということです。2025年から2026年にかけては、お羊座というさらにアグレッシブな場所で同じアスペクトを取るわけです。で、もう少しお羊座の土星と海王星についてね、コンジャンクションだけでなくて、お羊座にもスポットを当てて考察してみます。お羊座は最も行動的、直感的、情熱的、すぐに結果を出したい、そしてシンプル、隠し事のない場所です。土星は正反対で慎重かつ忍耐を持って注意深く分析をしながら冷静に物事を取り組むための天体です。非常に実用的です。さっき述べたように、海王星はいい加減さや寛容さや勘違いを容認したり、物事をうやむやにする天体です。非常にスピリチュアル的です。つまり、海王星と土星の関係も、海王星とお羊座の関係も、土星とお羊座の関係もかなり複雑で、調和しづらいということなんです。でも逆に言うと、それぞれの国とか場所とか個人において、どちらかに偏りすぎてバランスが欠けている人や国や、そのような出来事に対しては、その欠けている部分に意識を向けるように促される出来事が多く起こり、バランスをとっていこうとするというふうにも取れます。土星は本当に忍耐強くて慎重で、継続してコツコツ習慣化して、お羊座は突発的で秋っぽくて、ランダムな行動ですから、相入れないというふうに、やっぱり一見見えます。それから海王星は想像、夢、逃避する癖、見えない世界。土星とはやっぱり相入れないなと。お羊座の行動力とも相入れません。こんなにも違和感のある配置はないわけですけど、これが起こってしまうわけです。初めて。さっきも言ったように。お羊座での海王星と土星のコンジャンクションですから、どんなバランスの取り方をするんでしょうか。とても興味深いですよね。私はマニフェステーション実現プロジェクトというものを開発して、それからもう一つ脳科学的アプローチのコーチング講座も開発して、日本でもちゃんと登録商標して、レジスターした講座を持っているんですが、そこで受講生にいつもお願いしていることがあります。で、この2つの今の講座は、心理学と脳科学っていう、そしてコーチングっていう、とても現実的で、科学的な願望実現のためのアプローチなんです。ですが、やはりスピリチュアリティの角度からもタスクをこなしていただくというふうにお願いしてるんです。で、みんなに言います。
騙されたと思って、でもいいから、周波数を上げるスピリチュアルな儀式、リチュアルって英語で言いますけど、これを毎朝20秒でいいから続けてくださいと言ってます。20秒で十分なんです。だいたいホルモンが出るのも20秒だから、20秒で十分です。で、これを毎朝やっていると、知らない間に育てていた重い内側にある重りみたいなもの、つまり周波数を下げていた原因、あなたになんかペタッとこう取り付いていたものが取れていくんです。今ちょうど私は自分のこれクリスタルショップオーストラリアのここにですね、ラピスラズリで、描いてもらったアーティストに羽があって、ここに来た人はこの前で写真をパチッと撮って夢が叶ったって言ってくださってる人非常に多いんですけど、今日はちょっとその壁の前でお話ししていますが、こういう羽が取り付いてくれたらありがたいんだけど、この羽をポキッと折るようなものが取り付いている場合がみんな多いので、やっぱりスピリチュアルのそういうアプローチも大事。そうすると同じように動画を出していて、全然再生回数が伸びなかったのに、これを続けていると、ある時、その重りがパッと取れて、急に同じ動画が回り出すみたいなことがあるんです。これはスピリチュアルの手放し、リチュアルのおかげです。ですからやっぱり海洋性と土星のバランスって大事なんですね。コーチング、マニフェステーションという願望実現、現実的なメソッドと、先生術、リーディング、タロットリーディング、タロット占い、カードリーディング、両方がいつも大事だよって私が言っているのは、まさにこういうことで、海王星と土星が同時にあるような世界を、私のガイアハウスでは提供しているつもりです。でもこれ続けないと、持続しないと何も効果は起こりません。あと一歩で効果が出るっていうところでやめてしまう人もいて、それは逆効果です。土星のキーワードは継続ですから、忘れないでください。先ほど土星と海王星のコンジャンクションは水亀座の冥王星と双子座に入っていく天王星とセクスタイルを取るとお話ししました。水亀座の冥王星と双子座の天王星っていうのは風のエレメント。これがトライにするとき、それはまさに周波数を上げて軽やかに上昇していくチャンスです。風なんだから軽いのが好きに決まってる。風なんだから、だから今日この羽の前で。羽があったら生き生きとするに決まってるということです。そしてそれを現実化するために仲介する、つまりセクスタイルっていうのは仲介のアスペクトですが、それが今回の海王星と土星のコンジャンクションということになります。そして海王星の夢を叶えていくビジョン、土星の現実化する力、これが自分自身の行動に由来するお羊座。この3つ、さっきお話ししました。これは理想の世界を夢見るだけじゃなくて、そこに土星が水を差して、夢見て瞑想してるだけじゃダメなのよ。あなた、そのために自分の人生にどんな責任を持つ勇気を持ちますか？何をコミットしますかという問いかけなんです。土星は責任を持つ人が大好きだからです。土星が魚座にいるときは、この世界が今平和でないというのをみんな分かってたけど、その理由、どこに責任があるのか、なんでしょう、アメリカの大統領が悪いのか、日本の首相が悪いのか、あるいは私たちが悪いのか見えていませんでした。魚座は土星の大好きな真実や具体的なことや責任や原因をうやむやに見えないようにしてしまうからです。でも土星がお羊座に入るとそれが明らかになります。今のところまだ何が真実かは分かりませんけれども、アメリカでは USAID や CIA、WHO の裏がどんどん明るみに出てくる中、その中、日本でもその関連で見えてくる私たちが平和でない責任はどこ？これ絶対土星お羊座期に明らかになっていきます。なんならば、いまだに私たち、あんなに悲しい思いしたのに戦争が起こり続けている原因もどこにあるのか。みんな戦争が起こってるなだけじゃなくて、どこかに原因がある。それはお羊座土星が明らかにするという力を持っています。コロナ禍、あの時私たちの対応は正しかったですか？その原因も見えてくる。いろんなことが明らかになっていく。その時見えてなかった責任の場所、お羊座土星期、明らかになっていく。ここはちょっと意識して見ていきたいと思います。そしてそうなった時に私たちに必要なのは新しいヒーローです。きっと責任はその時のヒーローさんだと私たちが思っていたリーダーたちにある可能性もありますから、そうすると私たちは新しいヒーロー、新しい時代のリーダーを切望して、熱望していく流れになると思います。特に日本は今そういうリーダーがいないということに改めて気づくかもしれません。
最初に言ったように、かつてのエイブラハム・リンカーン、ジョン・ F・ ケネディ、そして FDR、フランクリン・ D・ ルーズベルトのように何かカリスマ的なリーダー性を持った。彼らはみんな土星、海王星、コンジャンクションなんです。では、この時期、私たちはどのように意識を向けて過ごせばいいのでしょうというところを続いてお話をしていきます。リンカーン、南北戦争、奴隷解放やベルリンの壁崩壊、さっき言いました、のように古い概念、壁を打ち破る時です。奴隷制度は必要でしたか？壁は必要でしたか？そんな問いかけをしないで、そこにあるものをそのまま私たちは受け入れるということをやってきました。その意識を今度こそ捨てて、必要のないものを壊して手放していく勇気を持つ時です。そして土星がお羊座に入るということは、単に2、3年に一度の土星のサイン移動ではなくて、お羊座っていうのは始まりのサイクルに戻るということですから、試練の29年の一括りとなるのも確かです。何度も言うように、平和ではない、あるいは幸せではない原因が、お羊座土星のおかげでやっと明確になっていくときです。お羊座には今、カイロンもいます。カイロンと土星が一緒にいる時期は、傷の原因を解決する時なんです。個人の人生においても、社会規模の傷においてもです。私たちは過去の傷を今癒す時、海の傷の原因を知らないと癒せないから、手放せないから。2025年、先ほど言ったみたいに、まだ海王星も土星もお羊座の境目を行ったり来たりしています。目覚めて気がついたり、また元に戻りそうになったりする人もいるかもしれません。でも2026年には本格的に海王星と土星がお羊座で GO となって、改革は確実に起こります。その時にあたふたしないように、過去の傷や影をそれまでに解決しておきましょう。それがやるべきことです。それは無理やりポジティブに変えることでも、何か見ないようにすることでもありません。自分の可能性を抑える癖とか、自分が夢を叶える力を持っていることが信じられなくなったりしてしまっている理由を、もうこれからは過去の出来事のせいにしないということを今やる必要があります。過去に起こったことは事実ですから、その思考では改革ができません。あなたが悪かったわけではないです。すべての過去は、そのおかげで気づいたり、目覚めたりしたことや、今の自分にポジティブな影響を与えている場面が必ずあるはずです。この変換の仕方は、インスタグラムのリールなんかで私が例を出して、たくさん上げてます。いじめられていた。でもだから、こんな一言で人は傷つく。私はそれを言わない人になった。とかね。お母さんにありのまま受け入れてもらえないと思っていた。でもだからこそ、努力をすることを学んだとか、なかなか自分らしく生きれなかった。でも人と分かち合う喜びを知ったとか、必ずあります。土星がお羊座に入ると、それが見えやすくなります。どんな過去があっても、あなたはいじめられた過去があったということは、あなたは人をいじめなかった人というポジティブな側面を見てみましょう。いじめられる人の気持ちが誰よりも分かっている。さっきも言いましたけど。でも、例えば失敗して迷惑をかけた過去があっても、いつまでも悔やむ必要はなくて、あなたがもう挑戦しない理由にはならないんです。だって失敗を重ねたあなたほど多く学んでいる人はいない。そんな人こそチャレンジすることに正解に近づいているということになります。ということで、ぜひ過去に全部光を当てて、新しい光の側面で29年の土星周期を解放して、新しいサイクルを迎えていきましょう。先ほども言いました12星座の星読みテキストなどに興味がある方はノートをご覧ください。そして最後に今これを見ている皆さんに土星お羊座入りのメッセージ、これでいこう。数比率の5というカード、これはもう行動です。そして5っていうのは第5チャクラでもあります。発言、表現、行動です。自分自身が動いていくこと、これがたった一つの経験と学びを積んでいく、ための一歩になります。とにかく何か一歩行動を起こしてください。ということで、素敵な土星お羊座期を迎えていきましょう。またね、インスタライブや、Facebook なんかでもやり取りを最近、クライアントさんやこの YouTube のリスナーの方としておりますので、ぜひね、コミュニケーションをしていきましょう。ということで、素敵な一日を。